米は戦える。なぜわからぬ。昇竜系ドン。答えろ、一体何をした。米、来るな。あまりその長尺としての実感がなく、速度がものすごく速かったので、あと宮内さんと一緒に集中して収録したので、そんなに長いとかなんかこうたるんだ印象は全くなかったです。リーグオブレジェンドとしておそらくそのムービーや動画を撮ったのが初だったので、それを素直にクオリティの高い CG で動く安尾と米、そして謎の敵あれは演じられてとてもありがたいですね。まずこれが作られたことがまず嬉しいです。お前は老子を守ると誓っただろう。そしてお前はアイオニアを守ると。だが見ろこのありさまを。その誇りの結果がこれだ。古代アイオニア語という説明って初期の頃受けてないんですよ。はい、日本人のような名前で日本語のような言語を使う人で、何より原音がこうなっているからその通りにやってほしい。なるほど、そこまでその原点に怯える必要ってあったかなと最初思って提案してみたんですね。刃先って書いてある時に刃の先で刃先だったら普通にこうなんだろうな、掛け声とかに変えるか、その逆にそのもっと別のその言語として技名にした方が良いのではないか。今思えばそうか、専用の言語なんだって思えばもうちょっと心に納得がいったかなって、戦場で安尾に出くわした時、おそらくこのメッセージを見てる時に僕を八つ咲きにしたいかなって思ってるプレイヤーの方いらっしゃると思うんですけども、気持ちはわかります。プレイヤーにとってその価値観が違うのであれば、自分が提供する安尾って相手に道を選ぶのが安尾なら相手に選ばせない、不条理を与えるっていう強さならば僕は演じていて本望かなって思いました。戦場であったら全力で殺し合いましょう。よろしくお願いします。お前を切るのは俺ではない。最初の方は、まだカードゲームの方の時はまだイメージがねあんまりつかなかったんですけど、実際今日なんかは杉田さんがちゃんと、安尾をやってくださったんで、その芝居という面ですごく心の中にねこう落ち着けるとこがあって、うまくこう表現できる感じになったのかなと思って、やっと今日なんか初日が出たというか、そういう感じでしたね。はい、この戦を終わらせる。お前は道場を守れ。老子とアイオニアのために。ならば俺も戦うべきだ。行かせてくれ、米。なぜわからぬ。そうですね、米ってね、なんかね外国の方がこう考えたんでしょうけど、でも、日本ですと米ですけど米おばあさんみたいな感じですけど、アルファベットにするとなんかかっこいいなと思って、これもありなのかなと思いつつで、やってるうちに全然違和感なくなったんで、逆になんかシンプルな名前で呼びやすいし、すごくかっこいい名前じゃないかなと思って、自分で盛り上げてやってましたけど、はい、でもなんか昔から若い時からなんかこういう武士系のキャラクターとかそういうのを結構、映りの仕事でも、声の仕事でもそうなんですけど多くて、自分としては似合ってるのかなとそういう思いで自信を持ってやってる感じですけどね。はい、リーグオブレジェンドをプレイしている皆さん、米をやりました宮内です。今回すごく楽しく収録させていただきました。ぜひですね米を発動させてください。そうしないとお前を切る。
海外版に比べてですね、日本版で特にこだわった部分がありまして、でそれがアドリブっていうんですね。こう吹き替え業界でですね、アドリブっていうのはセリフのない声なんですね。例えばこう息を飲む音とかジャンプをする時の音とかで、この辺っていうのがですね、結構海外版の方だと意外とこう入ってなかったりするんですが、こういう部分がですね、声優さんがここちょっとこう口が開くんでここ何か入れていいですかとか、ここ敵の攻撃を受けた時に何か入れていいですかという感じで、大体声優さんがですね、こうアドリブここなくて大丈夫ですかみたいな感じで聞いてくれるんですね。で今回はですね、当然特に戦ってるシーンとかでですね、やっぱり剣をこう振る時で、あと受ける時みたいな形で、そうするとやっぱりあった方がはるかに迫力が出るので、ぜひ入れてくださいというふうにお願いしました。誇りなき人生など今回もですね、ヨネという名前のチャンピオンが出てきまして、で、ちょっと変だよねっていうふうに思われる方も多いかと思います。でこれはですね、設定としてはアイオニア語ということで、日本ではないアイオニア語なので、そういう名前ですと。であと必殺技に関してもですね、安尾もそうですしヨネもそうなんですが、ちょっと日本語で聞くと少しって思うようなものもあるとは思うんですけど、これもですね、やっぱり昔から連綿と受け継がれている技ということで、古代のアイオニア語という設定になっております。なのでですね、ちょっと声優さんの方もですね、ちょっとこれってどういうことですかみたいな感じのリアクションがあったりしたんですが、そういうことであるというふうにご理解をいただければと思います。今回はですね、ライアットゲームズのその CG チームのですね、総力を結集した超長編となっております。音声収録のですね、声優さんもそうですし、スタッフの皆様にですね、多大なるご協力をいただきまして、かなり力の入った作品ができたと思いますので、見ていただく皆さんにですね、喜んで楽しんでいただければと思います。どうもありがとうございました。